皆さんこんにちは。ようこそ団蔵チャンネルへ。はい、ここは団蔵チャンネルのスタジオに今回拓目田の照井元樹先生来ていただきましてありがとうございます。お忙しい中を、いやーもう最近は忙しいんじゃないんですか？はい、ユーロサトリ2024年のまた認定ジャーナリストになりまして、世界最大の防衛技術展ですね。まさに今戦争をやっているヨーロッパでやって最前線の情報をそうですね、取材してきたというところでは、まず皆様に照井先生をご紹介いたします。先生、簡単に自己紹介を。もともと陸上自衛隊には戦闘職種普通科で入隊しました。普通科で入隊。陸曹までは対戦車特技でしたが、それから4年経って幹部になるときに、衛生科に職種を変えまして、そして衛生科の幹部になりました。衛生科の幹部になってからは陸上自衛隊の事業としてアメリカの方に行かせていただいて、いろいろ勉強させていただき、いわゆる戦闘職種と衛生科職種の両方を知っています。また富士学校で研究員を、富士学校の研究員ですね。戦闘職種として研究員をやりまして、そして衛生学校でも研究員をしました。ですから幹部になりますと、指揮官、幕僚、教育者、研究者となるんですけれども、その中の特に研究者としての仕事が長いです。なるほど。ですが戦闘職種の研究員と衛生科の研究員の両方やったのって、これ日本で私しかいない、ですので以降その両方の分野をよく知る、研究者として、退職後はジャーナリストとして、世界中の研修を受けたり、そういう展示会などを取材したりしてやっています。拓目田は米国のタクティカルメディシンエッセンシャルズは、告知にもありますけれども、アメリカに本部を置く国際的なこの戦闘外傷や災害医療に特化した教育プログラムですね。先生はそのインストラクターを養成する先生の資格を持って、今要は拓目田のアジアチャプター、アジア支部の代表を務めておられます。いやーね、なかなか自衛隊退官されてから、自らの研究をさらに進め、皆様のために有益な情報を広めようと、私も先生の、その考え方、行動に共感を私も得まして、地来もこれ6年ですね。6年間ずっともうお手伝いをさせていただきました。もともとはFLHQ という私が運営しているアウトドアショップ、今の店のちょっと前のところは、2階3階が空いてましたんでね、そこで、トレーニングの講習会場と、その備品の管理ですね、私がさせていただいて、随分それ以来のお付き合いで、実際にはそのインストラクター養成のお手伝いをしながらですから、いろいろ学ばせてもらったっていったところも私もありまして、でこの度はそれでユーロサトリ行ってきて、どうでした？まず何といってもドローンの進化がものすごいです。ちょっとユーロサトリは、フランスで行われる軍事展示会、世界最大の軍事展示会ですね。でもすごく歴史があって2年に1回やってるんですけれども、私は2014年から展示会に行くようになり、今年は2024ですから、ちょうど10年目です。
2020はそのコロナがあったので開催されませんでしたが、14、16、18、22、24、はい、全部取材してます。なるほど。ですので、ですから認定のジャーナリストとして、そうですね。ですから先生は、世界でも戦闘外傷のプロフェッショナルとしてジャーナリストの資格もお持ちです。そうですね。はい。そして多数のはいね、著作もあり、イラストで学ぶ戦闘外傷、はい、ちょっとそれ持ってきますよ。ちょっとあちょっと話してください。はい、韓国とあとは反対中文というその台湾、マカオ、香港で売られています。ハングル版の韓国につきましては、はい、国防推薦図書になりまして、現在は日本よりも多く売れています。ぜひいいんですよこれ。ああ、もう分かりやすい。結局これ読む方が兵隊さんね、ソルジャーなので絵とかできるだけ分かりやすくっていうこのイラストですから、これ真面目に構成してるんですもんね。このイラストとかっていう本当に読みやすくて理解しやすいってどういうことなのかなと。やはりですね、本を作るのは目的じゃなくて、はい、これを必要とする人の頭の中に入って初めて役に立つものなんで、はい、要は受け入れやすい形にした、あと見ないと始まりませんので、はい、手に取って見るように作ってありますね。でこれ面白いんですけど、このなんて二次元のその、キャラクターのこの作家さんのファンもいるんで、イラストで売れてるってでもどういう形でもね、要は頭の中に入って入ってくれたらいいですよ。要は必要な人の頭の中に入らないと意味がないので、はい、必要な人の頭の中に入って実際に運用するために構成されていて、はい、それがもう他でもないそうしたその在韓米軍ですとか、はい、香港とか、はい、台湾とか、本当にこれを必要な人たちにはそれだけ支持をされていることが他でもない実証です。そうですね。はい。それがいいって言うんですから、それはこれがいいんでしょ、こういうやり方の。この作り方。はい、作り方が実際に受け入れられて。受け入れられて役に立ってたくさんの人の命を救おうとしてるんですから。はい。これはこのやり方が実証されたんだと思います。はい。そうでなければ今でも Amazon の販売上位にずっとなったりしてないですもんね。すごいですよ。Amazon でもね、はい、販売でもずっと上位に入ってるという。常に上位に今や5釣りに行こうとしている勢いですので、はいはい、支持されてるからこそそれなりの理由があるということでしょうね。もう照井先生との付き合いも6年にもなるわけですから、先生も当初もねいろいろありましたね。もう自分も相当言われたんですから、もうでもずっとねそんなことは関係ないですから。ところがですね、はい、最近風向き変わってきて、風向き変わってきて、米軍の TCCC、はい、タクティカルコンバットカジュアリティケアガイドラインっていうのが、タクティカルコンバットカジュアリティケアです。これが米国2024年1月25日に、はい、アメリカが米軍が公表しまして、はい、それを特艦で2ヶ月で翻訳しました。すごいですね。ですのでいわゆる、日本で初めてこれを翻訳した本がこの本です。すごいですね。そうしますと、はい、結局はもう自衛隊もこれを参考に戦闘会社をやるようになりだしたので、なるほど。もう風向き変わっちゃったわけです。もちろんその AI 翻訳とか機関さんの翻訳とか、はい、もちろん自衛隊独自でも翻訳はしてますよ、ですけど先ほど言った戦闘と衛星化の両方を知る人が翻訳して、はい、それも世界中のその国際防衛展とか見て、肌でそうしたものを感じてる人が翻訳するのとでは意味合いも深みも全然違う。でこれ
228ページの本ですけど、はい、大役解説って64ページしかない。240ページのうち大役は60ページ、残りの160何ページは全部解説です。全部解説。 TCCC いやだから偉いのはこのイラストですよね。この分かりやすさっていうか、 TCCC の本を解説した本で、じゃあ解説に100ページ以上もついてるのかってないわけですよ、それは私が両方の職種を知ることと、はい、世界中の防衛店とかを回って、はい、そうしたことを吸収してるから解説が書ける、それが凝縮された本ですので、はい、もう一人の隊員がこうやって買ったらもうそれ何っていうことで、なるほど、周りの隊員がもうどんどん買うわけですよ。結構九州とかそっちの方でよく皆さん、いやもう与那国とか沖縄の方が水陸機動隊の人たちももう何十冊ですね。もうどこに行けばこれ売ってんだっていうことで、まあ北海道の場合は FLHQ で、あともう一つあとはキャプテントーでに行けば売ってますから、はい、自衛官、警察官、皆様の身を守る、あるいは、皆様の行動、ね、に対する、例えば爆弾が爆発したらどうするかとか、はい、もう書いてあるもんないんですから、はい、他にですね、はい、ですので、いやそれは TCCC に爆笑はこうだとはありますけど、そもそも爆笑って何なのっていうところから解説した日本で唯一の本がこれなの。はい、爆笑とかもそのねこう、はい、例えば爆豪と爆燃とかね、はい、その辺も理解力もあるし、はい、そのなんて言うんだろう、普通に言うとその爆発だけだけど、そのコンクリートも突き破る衝撃波とかね、まあいろんなその爆発の衝撃っていうのはあるんだなとか、それに対するその伏せる姿勢だとかね、簡単なそういう基本的なことから何から分かりやすく出てるんですね。そうですね、はい、そこまで解説した本は他にないですね。64ページに対して2倍以上のページを割いて、はい、絵も入れて解説して、本当に TCCC って何かっていうのが理解できるっていうのはもうこれしかないです。いやですから本当ね、もう初期の頃結構先生ここでもう今だから言いますけどね、叩かれてましたもんね、いろいろね。でも動じないし、も我が道を行くってまずついてきますって、も結局世界最新の内容を翻訳できたのが1人しかいなきゃもうそれ認めざるを得ないわけであって、ですから今じゃね、はい、それはもうそうならざるを得ない、時代的必然ということですよね。これはもういわゆる戦闘に特化した、本ですけど、一般の人の防災の本として火災から逃げるときはこうしなさい、こういうガイドブックも作られています、で熱中症とは何ですか、火災とは何ですか、一酸化炭素とは何ですかっていうことを知りたければ、最初のページから1ページずつめくってよく読んでおけばいいわけです。もう本当にその専門的な内容、あとはもうこれで安全のための3原則と、特に SNS と自撮り棒で気をつけるそれはありますけれども、ただ普段読んでる時にいざ火ついた時に、そんなね、火ついた時にですよ、熱中症と何かとか一酸化炭素、そんなもの見てる暇ないわけですよ。こうです。それひっくり返してひっくり返したら10秒以内に何をするとか、1分以内に何をするとか、10分以内に何をするとか、それが書いてある。いやだからこれが面白いのは、その実行的にここにあったガイドブックをさっと見てこうするんだということを、大事な時はひっくり返せばいい、そうすれば大事なことから書いてありますんで、その時にいちいち細かいことをその時見てる暇がないので、今自分が何をしなきゃいけない時を知りたければひっくり返せばその順番で書いてあるように作ってある、それがこの、新しいタイプの対策本ですね。そうですよ、いやこの間ですから、もう、いやおやすさん、あれ高橋先生、いや言ったら照井先生ね、いやこの本まであげたんですけど、おい、私会ったことないなって、先生
おやさいや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 まだそう認知されてないので、はい、こちらの TCCC が広く自衛官に知られて、はい、でこちらは一般国民に防災の本として、知られていけばそのうち印象に残るのではないかというふうに思います。よろしくお願いします。はい。どうですか、もう今のこの状況は。戦時中ですね。戦時中ですね。海外ユーロサトリー2024年でさまざまな外国の、その軍事の人とか、例えばフランス国防省のブースとか行くと、もう日本っていうのはもう戦時中だよね。なるほど。っていうそういう認識ですね。海外からするとそうです。もうほぼほぼ臨戦態勢。そうですね。だからそういう危機感を持たないと本当にいつどうなるかわかんないよ。皆さんね、戦時中ですよということですね。でやはり大事なのは、今の戦争っていうのは国家を挙げた総力戦なんで、昔のヨーロッパみたいに傭兵同士の戦いでちょっとやってはい適当に負けました勝ちましたそういう話では全然ないんですよ。もう国を挙げて戦うんで、しかもそのなんていうんですか、見えない戦争っていうか、その誰が攻撃してるかもわからない攻撃とかね、何かしらそのいろいろな事件が起こるじゃないですか。その謎の撃墜だとか、見えない戦争と今ウクライナでやってるような見えてる戦争の割合が1対4なんですよ。見えない方が4です。4です。ですよね。すなわち4倍の手間暇をかけて時間をかけて国を弱らせてから1の割合で攻めてくる。そうするともう今の日本っていうのは実際に攻め込む前の戦争っていうのはもうとっくに20年くらい前から進んでいるのであって、この30年間の不況っていうのは他でもないもう戦争の一つとして考えなきゃいけない。単に貧しいとか働けども豊かにならないそういう問題じゃないですよ。もうその時点で攻められてると思わないと。だからもっと経済良くしよう、いわゆる強兵富国ですね。国が豊かにならない限り絶対強くならないんですから。だからもうここまで経済的に逼迫してるのはもうこれはもう戦争なんだと。だからそれくらいの勢いで豊かにしよう、もっと強くしようって思わないと、なるほど、いつやられるか。なるほど。もちろんそれはその経済的なことじゃなく、例えば文化とか、教育とか、考え方とか、SNS とか、全部戦争です。ハイブリッド戦争なんですから、そのハイブリッドの部分が4に対して実力の戦争は1なんですから、そうするとその時点で負けてちゃダメなの。経済的に強い SNS はきちんと分別がある、教養がある、っていう風じゃないと負けてしまいますよ。あとプロパガンダもすごいですよね。そうですね。いやだってさ、イスラエルが正当な手続きを取ってやっている軍事行動と、テロリストの攻撃とテロリストのがなんかいいんだみたいなね、よくわからない世論もありますしね。そうですね。いかがですか。イスラエルというのはもちろんひどい目に遭ってきたので、やられたら3倍返し4倍返しでやっつけてまえっていう、ある意味そういう勢いはあります。さは去りながらやはりちゃんとして戦わないと、国際的な非難も浴びるっていうのも分かっているので、例えば爆撃をする前に、ルーフノッキングって言ってその爆撃をする家とか病院の屋根に一回木の同じ重さのようなものを落っことすんですよ。なるほど。いいか次の日に逃げないと爆弾を落とすぞって教えてから爆弾を落とすんですよ。でもね、例えばハマスっていうテロリストが、そういうところに逃げちゃいかんぞなんつってね、犠牲者になるんだみたいなそこに閉じ込めておいてしょうがないから、そこにもうそれがいわゆる4倍なんですよ。すなわちこんだけ犠牲がある、こんだけひどい目に遭わされているっていうのが実際の戦いの4倍世界に印象付けられるので、戦いで勝てるっていう考え方をするので、イスラエルはそれも知っているのでルーフノッキングをやって、それから爆撃をしますよ。でもハマスは逆にそれをもっと悲惨な形に見せることによって世論を味方につけますよっ
っていうそういう戦争がガザで行われている。ですので必ずしもそのテレビとかが報道することがその通りと思っちゃダメです。はい、一般的にはね、皆さんさまざまな情報操作の中で生かされているわけです。その政治的なこととか抜きにして、私も照井先生も客観的に見てね、この軍事行動についての研究考察を行っているわけです。そういう話としてご理解くださいね。政治的にどうだっていうことではないということでよろしいですね。必ず世の中に流れる情報っていうのは、はい、バイアスかかってるんですよ、そうです。誰かが得をするようになっていますし、はい、真実を知りたければお金の流れを追うことなんですね。いわゆるフォローザマネーといって、はい、この情報を手にすることによって誰が一番儲かるかっていうことをきちんと教養を持って見ておかなければ、あなたは一生誰かに利用される、誰かの養分になっちゃう、財産とか時間とか吸い上げられてしまいますよ。だから大事なのはコモンセンス、常識が必要なんです。常識と自分で考える思考力を養う、それもそうですから、結局、日本人の体質で昔から、このお上にねこう預けておけばちゃんとやってくれるだろうとか、ある意味その他力本願なとこ多いですもんね。自分責任を自分で負わないとかね。でもよく考えてみれば、広島じゃなくていわゆる日本に原爆が落ちたって、いつ発表されたんですか？はい、どこで今収録してますから、いつ発表されたかって聞いたら、それって玉音放送の後なんですよ。それは玉音放送で敵はさらなる残虐な爆弾を用いて言っちゃったから仕方なく原爆でしたって、これ広島の原爆記念館に行けばちゃんとその通り書いてありますから。でも実際終戦は9月6日ですよね。そうですね。水売号の調印、それですね。そうですから皆さん勘違いして8月15日は終戦じゃないですか。なんかもうそういうのもすごい、だからみんな勘違いしている。9月6日は終戦の記念日ですからね。そうですね。ですからなんてソ連が8月15日以降にシムシュ島でしたっけ、攻めてきたんだって。あれは別に正当的な戦闘行為ですからね。いつも護国神社でね、その第11戦車大連隊が、それで戦って全滅して、それでも守ったっていう慰霊祭が札幌の護国神社で行われますけど、やっぱりそれはそうなんですよ。でも原爆があったって発表したのが8月15日でした。そうですよね。でも実際には8月7日にはもう分かってるわけであって、じゃあこういう爆弾が落ちたら近づいたらダメですよ、入っちゃダメですよって言えば長崎の二次被害は防げたかもしれない。でもそれはしないんですよ。私が例えば東日本大震災の時、第9戦車大隊の衛星小隊長だったので、ものの30分で出動しましたけど、その時の駐屯地はどっちだ？岩手駐屯地。岩手駐屯地。現場だったですね。で現場行き、被災者であり災害派遣部隊でしたけども、ですね。福島原発が爆発したのなんか司令部から連絡来ないんだからね。ニュースで見て初めて知ったんですけど、なんで教えてくんねえのって言われたら、もう関係ないだろって言われて。だから先生が言っちゃうね。いわゆる皆様、コモンセンスです。コモンセンスですか。教養ですね。きちんと科学的思考を持って自分で判断できないと、一生誰かの養分にされてしまう。自分の身も守れなくなる。ですので必ず情報というのは誰かが得をする。もう一つはお金の流れを必ず追う。そうすると真実が見えてきますんで。そうです。その思考方法をトレーニングするということの一つの教科書になる、究極の災害医療ガイドラインですから。そうですね。こちら販売価格2500円に消費税、2750円税込み。
FHK とはい、キャプテントムでお求めください。素晴らしい。このですね、英軍の大役ですからね。これは2024年1月25日の、米軍の、タクティカルコンバットカジュアリティケアのガイドブック、もうすでに照井先生が大役本として出版されます。はい、5月の8日に5月に出版されました。はい、はい、ということで、話はなかなかここで言えない話もさまざまに今日はお話をしたんですが、ギリこれぐらいかな。はい、あとは実際能登半島で震災がありましたけども、そういう災害の時はまず普段の備えとしてはこっちから見てください。はい、発災した時はひっくり返すんですよ。ひっくり返してで大事なことを見ると。今自分は何をしなきゃいけないかっていうのは、そっちで見ると。実用書として。はい。でも最初に見るときはこっち。はい、こっちですね。で、こっちと。で、いざとなったらひっくり返す。はい。そして、こちらはプロフェッショナル向けにはなるかな。そうですね。はい、ただいわゆるドローンと災害とかに関しては実はこれだけのために買う方もいらっしゃる。ドローンのところどれぐらい？後ろの方ですね。いわゆるこのドローンは飛んでくるんだけど、そのドローンに対してどうコミュニケーションを取るのかっていうのは、実はこの対空信号っていう。対空信号、パネルと布板の大きさと具体的な、対処の仕方、行動の仕方というものも分かりやすく。あと問題はこれ見たときにドローンがどういう返事するかって分かんないわけですよ。なるほど。ですのでそのコミュニケーションとして返事についても書いてありますんで、もちろんこの対空不安っていうのはそうで人間が教えるっていうのもありますし、それに対して答えがどうなのっていうのも、これも書いてあるんですよ。こういう動きをしたら答えがあるよ。なるほど。ドローン、プレーン型とそうですね。それもドローンの、ドローンはこういう動きをしたら自分の信号っていうのは理解されましたよっていう、ちゃんとコミュニケーションについて国際的な、基準に従って書いてありますので、それも勉強できる本になっています。もうこの後半のここのためだけに買うって方もいらっしゃるくらいですね。あと防弾チョッキ正しく着ましょうとかですね。そうですね。この本を読んで、防弾ベスト。なんで防弾チョッキ着なきゃいけないかとか、そうしたことも書いてあります。なるほど。これももっと解剖生理学のところ。そうですね。大体バイタルゾーンを守れっていうことだとは思うんですかね。そのバイタルゾーンに血液がどれくらい流れてますよとか、そんな細かいところまで書いてあるので、バイタルゾーンってそもそも何ですかっていうのが理解できるようになっていますので、やはりコモンセンスですね。必ず原理原則にのっとって、科学的思考に基づいて正しい判断をするということが実は勉強できる。でまた、今後とも、このスタジオでも、できればまたその講習会トレーニング、あるいはタクメダの受講生の方たちもね、今一度またちょっとブラッシュアップしない。北海道開催の要望が多くなってるでしょ。どうしようかなと。ぜひ北海道やりたいんですけどね。ちょっとそれやりましょう。ちょっとやりましょう。なんか北海道開催したいです。かしこまりました。今度神戸開催7月27日やりますけど、神戸ですね。もう20人集まってます。20人。北海道でも盛り上げていきたいと思います。かしこまりました。ということで皆様、今回はこちら団蔵チャンネルのスタジオに照井先生をお招きして、こちらの5月に出ました5月に出ました新刊本ですね。それのご紹介、そしてぜひ皆さんイラストで学ぶ戦闘外傷救護コンバットファーストエイド、
今そっち売ってないの。あ、そうか、今増補改訂版。増補改訂版、はい、これ知ってます？何ページ増補したんですか？60ページ。60ページプラス1。1年間で60ページです。すごいです。いや、それだけ戦闘外傷のデータアップデートされてますね。そうですね。これなんて今年の2月の時点で64ページくらいしかなかったのに、5月の時点でもう228ページ。いや、だってもうこの最初のこの 6年前のこれに比べたら、今その戦闘外傷は、放射能の充満しているところでの外傷救護ですね。特に戦術核兵器ですので、そうです、戦術核兵器なので今までにない中性子線被爆について、はい、これ解説しなきゃいけなくなって、そうなんですよね。これも日本で初めて中性子線被爆とは何かっていう戦闘外傷の本を7月に出す予定です。ですからこれから戦闘員の方は放射能の中で戦うっていうか、そうですね、そういうことになります。皆さん、そのつもりで戦ってください。戦術核戦争の時代ですので、はい。じゃあ素人の方に、一般の方に戦術核兵器というのはどういう核兵器なんですか？要は戦略核っていうのはアメリカ本土から大陸弾道といっても北極点を飛び越して撃ち合うんで、ですので実はロシアと正面向いてるのはイギリスなんです。なるほど。なので一番最初にね、カナダの上空飛び越すわけですから、だから日英同盟大事だっていうことで今すごく国賓待遇で今いろいろやってるじゃないですか。まさに、なんでイギリスがあんなに優遇するかっていうと、それは今イギリスにとって日本が大事だからですよ。日英同盟、イギリスにとって日本は大事。今日英同盟ってかつてないほど重要になってきて、そうですね。それはさておき、それはいわゆるインターコンティネンタルっていうことで ICBM ですけど、それよりも短い距離のことを戦術核というのですが、実際はですね、大体 2km の範囲しか破壊しないごくごく局地的な核兵器のことを、戦術核と言います。でこれは小型核、低出力核、中性子爆弾、戦術核兵器、ダーティーボム、それは全く別です。全部揃えて全部中性子爆弾。中性子が強く出るように作ってある爆弾のことです。結局、核爆弾、その小型爆弾なので使えるんですね。ですね、実は人が死ぬんですよ。小さい爆弾の方が。広島型原爆っていうのは9キロの範囲を破壊する15キロトンの原爆ですけど、戦車の中とか戦艦の中にいると人が死なないということが分かったの。なるほど。ということは破壊は大きいし汚染は大きいんだけども人が死なない、問題は戦車の中にいる人間を殺さないと戦争に勝てないということが分かった。でもそこにうろうろしてる一般人は殺せますね。だけどプロフェッショナルのその鉄の中にいる兵隊は殺せなかった。なので戦術核で、いわゆるそれは普通の原爆だから死ななかった話であって、中性子線っていうのはその熱い鉄の走行とかは関係ないんです。突き抜けてしまう。水に反応する、水を放射化するんで、ですから戦車の走行っていうのは関係なく、人間を放射化して殺してしまう。なるほど。7割水分ですからね。そうですね、ですので40メートルくらい下の核シェルターの中にいる人間も殺してしまえる。人を殺さないと戦争勝てないんですよ。いや、だって今回のウクライナの戦争を見ても分かるように、他の国って武器は与えるけど人は出さないでしょ。なるほど。人を出せばそれ戦争に介入したことになるんで、人は人を殺すんですね。つまり人を殺さない限り勝てないわけ、だから中性子を当てて殺すのがいい、そのためにはね、残念ながら原爆の破壊力って小さくしなきゃいけない。なぜかというと、で小さいから使えるんですよ。2キロしか破壊しない。だいたい札幌駅で2キロってこの辺まで含まれますかね、ギリ。もうちょっといくね。だいたいそれぐらいの
その範囲しか殺さないそうそので、まこまないとか、うん北24条とかの人は何の被害もないです。はい、ですから皆さんこれから核戦争っていうのはなんかもう国ごと都市ごとボーンってじゃなくて2キロ以内でポンポンポンで、その中性子の半減力ってどれぐらいです中性子が放射性物質ではないので、か？はい、半減期とかそういうものはないです。じゃあもうすぐさっとはい、一瞬で。一瞬で核分裂反応するときに一瞬しかできません。ああ、なるほど。じゃあより使えるってことですね。そうですね。はいはい。ですのでなるほど非常に使いやすい。だからといってじゃあ全面核戦争になるかっていうとちょっとの範囲しか破壊しないんで、あまり全面核戦争に発展するエスカレーションラダー上がらない核兵器、さまさにながら、はい一般の人にとってみてどうです、2キロしか破壊しないとしても、はい9キロ破壊する広島型としても、核兵器は核兵器なんですよ。普通の人にとってみれば中性子爆弾も広島型原爆も区別なんかつかないんです、だから核兵器使われて恐ろしい、言うこと聞きましょうってなっちゃうけど、なのでもしも北海道を占領したいと思えば旭川に一発落とせばそれで終わりです。なるほど。北海道民びっくりしちゃって核兵器使われた、もうやめましょうっていうことになっちゃうわけですよ。これがスウェーデンとかスイスになると何をこの野郎核兵器ごときでっていう戦略核ごときで戦えっていうことになるんですけど、でも核エネルギーがあると怖い、もうダメだ、全面的に言うこと聞きましょうってなっちゃう、いやコモンセンスなんですよ。なるほどね、そうですよ。やっぱり教養なんです。教養です。まあこれからの世の中、戦術核による戦争すでに戦時中という先生のお話です。だって使うって言ってんだから決してはい、だって使うって言ってんだから、確かに戦術核を使うって言ってる国でそれで最近だってトレーニングだって変わってきましたね。韓国に月に2回教えに行ってますけど、韓国は予備役のお医者さんと看護師さん動員して、もう戦術核の教育を始めてるんですから、だって北朝鮮が使うって言ってるし、中国だって使うって言ってるし、ロシアだって使うって言ってるんだ。大変なんですよ。これからもう放射能の中での救護ですからね。使うって言ってる国、3億に囲まれてる国って日本しかないんだから、大体こんな状態になってるのも日本の歴史上今一番やばいのに、もっと目覚まさなきゃダメだと。だからまあ戦術核もそうですし、化学兵器サリンとかああいったものに対する対処も当然。サリンっていうのは10分で毒性がない。だって水で分解できるじゃないですか。そうですね。だから水まきなんですよ、サリンは。10分間でピークに達して、あとは収束していくので、毒性なくなっていくんですよ。だから10分だけ人を殺すっていうのは、これは非常に使い勝手いいので、使い勝手です。やっぱりその戦術核と同じで、なるほど。使い勝手いいので、使い勝手いいし使いやすい。だけど逆に守る方からすれば、最初の10分を生き残れば、サリンは生き残れる。で最初の10分をどう生き残るかっていうことをここで考えなければいけない。最初の10分を生き残ることが書いてある。放射能、核、化学、生物兵器なんかもありますよね。そうですね。自然毒の方です。自然毒です。感染症じゃなくて。感染症じゃなくて。自然毒の。自然毒というのはどういう毒？私たちにとって一番身近なものはフグの毒とかでしょうね。トリカブトとかですね。それ戦術的にどうやって使う？それはもう昔からあるように。まあ確かに。巻いたり、弓矢の先に塗ったり、撃ったり、食べ物に混ぜたり、いろいろありますけれども、自然毒っていうのも人間の作り出す毒の何十倍も強かったりするんで、そうですね。結構ね、使い勝手がいいのと、あと兵器かどうかの区別がつかない。これが自然毒の厄介ところですよ。だってフグの毒たくさん飲んだからといってじゃあそれって何かのテロですかって区別つきます、つかないわけですよ。ですので今自然毒によるテロや戦争っていうのが非常に今危惧されている、そのことには一番衛生科が頑張んなきゃいけないんですけどね、本当はね、本当はそうです。全てがコモンセンス。そうですね。
基本的な、教養です。すなわち同一の環境で同一の症状の人が同時に3人発生したときは人為的なものっていうことの区別がつくのがコモンセンス、ですから攻撃されてるのかされてないのかもわからないような攻撃のされ方もしますからね。だからアメリカの沖縄の米海海兵隊が一番訓練しているのはアウェアネス訓練、気づくって、気づきですよね。これは自然毒によるものなのか人による手なのかと気づかなきゃいけないんだから、気づくっていうことの訓練に一番力を割いてる、日本の防災訓練何が問題かというと、なぜかサリンって分かってる。いや、そんなもの分かるわけないだろうと、何か分かんないからどんどん分からない。つまりこれで言うと政府のこの M と A の間がここが分かんない。そうですね。ここのとこまでが分かんない、なのでここから先は分かってんのよ。ここから先は分かってて、ここから先は分かってないんだから、実はセーフ M までのところが、これがアウェアネス訓練、そうですね。セーフ、マルシェ、E、パウス、B。これの、呪文のようですけど、これはその先生のテキスト。だからこの教科書で一番強く、この表紙に一番書いてあるのは、これはもうなぜかというと、ここが一番大事だから。このアウェアネス、気づくっていうことが一番大事なので、このまず M、出血を止めなさいっていうことと、もう一つはマスクをしなさい。出血を止めなさいっていうことと、マスクをしなさい。何かが分かってからマスクしてたら遅いのよ。おかしいと思ったらまずマスクをする。だからここから前が大事。ここから前が。マスクを持ってなかったらハンカチでもいいですね。袋かぶる。服をかぶる。ハンカチ意味ないって。ビニール袋かぶれ。ビニール袋かぶるって。意外で、ビニール袋っていうのは、なんかしょぼいような感じするんですけど、真面目な話ですね、第二次世界大戦から終わった後の化学兵器への対処って結局ビニール袋だったんですよ。ビニール袋。なぜかというと、それが一番シンプルで、何も考えなくてよかったから。私も実はファーストエイドにはビニール袋入れてたりしますね。頭からかぶる。いわゆるその第二次世界大戦後のアメリカ軍の防護体制ってこれですけど、結局袋かぶることが一番大事なんですよ。簡単なんだよこれ。で、首から上全部守るっていうことをするので、それをやってまずそれから生き残る。最初の10分これで生き残って、それからなんとかなるっていう。だからアウェアネスですね。いかに気づくか。そこにつき。では先生、今日はありがとうございました。とんでもないです。皆様もご興味がありましたらどうぞ FLHQ、そしてキャプテンと、では、皆様いかがだったでしょうか。今回はちょっと専門的な話であったり、普通にはちょっとというような思うような話かもしれませんが、これも一つの情報としてご理解ください。ということで、近々火事と犯罪と、にはこっちが出ますんで、まず火がついたらこれですよ。ありがとうございます。では、いかがだったでしょうか。皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。先生、今日もありがとうございました。では、さよなら。